こんにちは、T スタイルです。今日は Z のラジエーターファンのモーターを交換しようと思います。ラジエーターのファンっていうのは大体どの車にもついていて、エンジンを冷やす扇風機みたいなものなんですが、 Z には2つついてます。で、この間冷却水っていうのを交換して点検のためにラジエーターのファンが回っているか確認してたんですが、2つあるうちの1つしか回ってなかったんですね。これ壊れてんじゃねえかなっていうことで今日は交換しようと思います。で、純正のファンモーターは1つ2万円ぐらいするので、今回は社外品で Amazon で購入しました。これは1個5000円ぐらいでメイドイン台湾のものですね。本当は2つ同時に交換するのがいいんですが、ちょっとこのねファンモーターの Amazon のレビューがちょっと微妙だったんで、ちゃんと動くかな心配なんで、とりあえず1つ交換することにします。今日は簡単にファンモーターの交換の仕方を紹介していこうと思います。それでは交換に移ります。ラジエーターファンはこのシュラウドっていうのかな、ここにくっついてます。ここに見えるのがファンモーターです。で、これを交換するためにはこのシュラウドを上に引き抜いて交換してあげます。上に引き抜くために邪魔になってくるエアクリーナーボックスとか、あとラジエーターのアッパーホースを外していきます。まずエアクリーナーボックス外していきます。エアクリーナーダクトのここのクリップを外してダクトをフリーにします。で、あとはエアクリーナーボックスを留めているここのボルトですね。これはもうすでに外してますが、ここのボルトを外します。あとはエアフローセンサーのカプラ外して、このインテークバンドを緩めます。インテークを外したら、あとは上に引き抜いてやります。次はこの邪魔になっているラジエーターのアッパーホースを外すんですが、これを外すと冷却水がかなり漏れるので、今回はこの注水口から冷却水をある程度吸ってから外そうと思います。今冷却水を 1.2 リッターぐらい抜きました。それではこのアッパーホース外していきます。漏れてません。この作戦は成功です。はい、シュラウド上側のこことここ2つのボルトを外しました。これで動くようになります。あとはここの配管が邪魔になったので、このボルト外してちょっと動くようにしています。あとはこのリザーブタンクに向かうホースを外して、これで上側の準備は OK です。それから下に潜ってファンモーターのカプラを2つ外してやります。で、ファンモーターの配線を止めているタイラップも外してやります。それが終わったら、あとは上に引き抜いてやります。はい、取れました。あとはこのモーターを交換していきます。これが Z のラジエーターファンです。これを回しているファンのモーターが壊れているということです。僕のはまだ1つ動いてたんでオーバーヒートしなかったんですが、2つとも壊れるとすぐにオーバーヒートしてしまうので注意してください。それではファンモーター交換していきます。まずこのファン中央の 8mm のナットを外していきます。こいつですね。ここに3つある 8mm のボルトを外していきます。
今取り付けをしていたんですが、やっぱり社外品のモーターすんなりつきません。どこがうまくつかないかというと、ファンをつけた時にこの溝の深さが純正品よりも浅いので、ファンとモーターがここが当たってしまうんですね。ですから当たるファンの部分を削るか、ここにワッシャーをかますか、何か加工が必要です。はい、ラジエーターファンの交換終わりましたのでテストしていきます。エアコンをオンの状態にします。はい、ちょっと映像では伝わりづらかったかもしれませんが、2つともファンが回ったので修理完了です。今回このファンモーターが壊れてました。エアコンをオンにした時にファンが2つとも回ってなければ故障の疑いがありますので、ぜひチェックしてみてください。ファンが1つ回っていればまだオーバーヒートしないんですけど、2つとも壊れているとエンジンがぶっ壊れますので注意してください。それではご視聴ありがとうございました。